はい、ただいま6月13日の朝5時10分です。この動画では草刈りの映像を見ながら限界集落だった池谷集落が再生するまでの物語を連続シリーズでお届けしたいと思います。バックナンバーは再生リストで整理して、おりますので、他の回をご覧いただきたい場合は再生リストからどうぞご覧ください。再生リストのリンクは概要欄に貼っておきます。続きをご覧いただきたい方はチャンネル登録いただきますと、更新したらすぐにご覧いただけますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。また字幕をオンにしていただきますと字幕も見れますんで、ご活用ください。画面のですね、右下にある CC というボタンを押しますと、その字幕がオンにできます。それではですね、第3話行ってみましょう。村はもうダメかもしれない。2004年10月23日17時56分、マグニチュード 6.8 の大地震が中越地域を襲いました。十日町市は最大震度6強を観測しました。新潟県はこの地震を新潟県中越大震災と命名しました。今まで経験したことのない突き上げるような揺れに、池谷集落の人たちは驚いて家から飛び出しました。大きな揺れは2度3度と続きました。家の中はあらゆるものが足の踏み場もないほどひっくり返り、大きな余震も続き、とても怖くて家に入れる状況ではありませんでした。やむを得ず、その夜は広い道に車を一列に止め、車中で過ごしました。寒く、月がくっきり見えた夜でした。一晩明けると、地域の消防団が見回りにやってきました。避難指示が発令されたとのことだったので、飛びたり第一小学校の体育館に全員で避難しました。体育館には近隣集落の人たちも集まり、200名くらいの人が避難生活を強いられることになりました。余震も多く、先がわからない不安の中、池谷集落の人たちはひとまとまりになって過ごしました。落ち込んでいたって仕方がないと酒を飲んで宴会をした夜もありました。さすがにこれは人に咎められましたが、池谷集落の結束力の強さが現れたエピソードではないでしょうか。1週間ほど避難生活を終えた後、池谷集落に帰ると、そこには崩れ落ちた鳥居やひび割れた道路、そして苦労の末に基盤整備をしたばかりの田んぼがめちゃくちゃになってしまった光景がありました。集落の人たちはこの衝撃に、もう集落を畳み平場に降りようかと話し合いました。まさに廃村寸前にまで追い込まれたわけです。しかし国の災害復旧事業や中越大震災復興基金などを活用することで、復旧の見通しが立つことが徐々に分かり、集落にとどまって復旧することを目指すことになりました。ただ地震をきっかけに2世帯が集落を離れてしまい、池谷集落は最も少なくなった時で6世帯13人にまで住民の数が減少し、過疎化に一層拍車がかかってしまいました。山本さんの山小屋を借りて住んでいた稲田さんも中越大震災で被災しました。稲田さんはかねてから縁があった NPO 法人ジェンに支援を要請していました。ジェンは世界各地で紛争や自然災害による被災民や難民を支援している NPO です。中越大震災の緊急支援では
その経験を生かし、十日町市と川口町の田麦山でのボランティアセンターで支援を行っていました。震災から3週間後、稲田さんの強い要請でジェンの木山恵子事務局長が入山集落を視察に駆けつけてくれました。崩れてしまった山本さんの田んぼを前に、ジェンとしてどんなことができるか分かりませんが、やれるだけのことをやってみましょうと約束してくれました。この時の様子を稲田さんはこう振り返ります。地震前に深いつながりのあった国際 NGO ジェンとの関係と取り組みが決定的です。災害と同時にジェンから私の安否を気遣うメールがもちろん友人知人からも寄せられてきましたが、メールを確認できたのは1週間過ぎてからです。私はすべての友人知人に地震のレポートを毎日発信し続けました。返信されてくるメールにもすべて答えながら、被災地は何を要求しているかメールし続けました。ジェンから緊急支援に入りたいが何を持っていけばいいかと問うので、私はあなたの体だけでいい、一日も早く来てほしいと答えて、翌日来たので十日町市の行政責任者に引き合わせたんです。ジェンが世界の紛争や災害地域で危険を冒しながら緊急支援を行ってきた経験があり、復興にも大きな業績と経験を持っている組織であり、その経験を十日町市で果たすことができるので、ジェンが緊急支援を、しやすいように町の中に無償で事務所になる空き店舗を提供してほしいと交渉したんです。それらが全て実現して、ジェンは積極的な活動を展開しました。しかしその緊急支援は12月で全て打ち切り、全ての組織も引き上げることになったのです。責任者の木山さんが挨拶に来て引き上げることを告げました。私のアトリエも見たいというので、私とひろしさんは木山さんを入山に案内し、同時にひろしさんの崩れた田んぼを見せたのです。これが決定的な転換点になったんです。この田んぼはシベリアの強制労働から解放され、痩せ細った雄英さんが心血を注いで作り直し整備した田んぼだったということ。この田んぼを雄英さんはえらく気にかけていたけど、ひろしさんは雄英さんをがっかりさせないために、入山に入るな、危ないからと見せないようにしていたこと。雄英さんはひろしさんに内緒で私と一緒に見に行き、被害の深刻さに言葉もなく呆然としてショックを受けていたこと。そして後日、もう田んぼは諦めていい、今までよく頑張ったとひろしさんに言ったと、私に涙をためて語ってくれたこと。その経緯を木山さんに全部語りました。私もひろしさんも木山さんも胸から込み上げてくるものを抑えることができなかったんです。私はさらにこう付け加えました。支援者は12月で区切りだと言って全部引き上げていくけど、毎年4メートルも積雪のあるこの雪国で地震で地盤が緩み、その上に4メートルもの雪が降ればさらに深刻な事態です。農道を確保することが先決問題であり、住居の雪下ろしなどもこの過疎地域では大変な作業です。この冬をどう乗り越えるかが死活問題になります。支援すべき課題はあるんですと木山さんに問いかけていきました。木山さんは、わかりました、検討させてください、理事会で相談してみますと言って帰ったんです。この問いかけにジェンは正面から答えたのが全ての始まりです。さて、今回は中越大震災が起こった時の様子についてお話ししていきました。次回は震災復興のボランティアの受け入れが始まった、その時のことについてお話をしていきたいというふうに思います。そちらもぜひお楽しみにしていただければと思います。それではここまでお聞きいただきまして本当にありがとうございました。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。いかがでしたじゃあ僕からです。今日なんか背中が冷たいなと思ったら、草刈り機のタンクのキャップを閉め忘れて、それでなんか初歩的なことだったので、また初心に帰って、一から出直したいと思います。以上です。自分は自分でスパイダーモアの角度を調整する、軸の部分がまた、壊してしまって、壊れるってことは負荷がかなりかかってしまったっていうことなんで、自分も一つ初心に帰って、操作の仕方をもう一度見つめ直したいと思います。はい。自分はですね、この草刈り機の刃がもうボロボロになってブレブレでものすごいなんかこう振動がひどかったんで、これはちょっともう取り替えたいと思います。でもこれどこでこうなったのかな、こんなひどくなかった石もあったんですかね。なんか木をかなりガンガンガンってやってたんですけど、それでもかなり曲がったのかなと思いました。はい。とりあえず取り替えようと思います。以上でございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。終了時刻は7時59分です。今日はこの後9時からネーグル新潟の細貝さんがいらっしゃいますので、これで終わります。香りますね。